今回は、個人的にレジへ持って行きづらいキットナンバーワンの、総裁少女庭園、有機まどか、夏服バージョンをパチ組レビューしていきます。セーラー服の JK がプラモになるとは、すごい時代になったものです。ありし日の思い出を浮かべて、ポテチでも食べながら、最後まで楽しんでください。万吉プラモチャンネル。皆様、こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。先日公式から、ホグワーツレガシーのプレイ動画が公開されましたね。もう、4、5回は見てしまいました。2022年中に発売されるらしいので、今から考えると寝れないくらい楽しみにしているタイトルです。オープンワールドで、ホグワーツやその周辺を探検できるって考えただけで気絶しそうです。ダイアゴン横丁にも行けないかなと淡い期待を寄せています。ハリーポッターの話だけで動画一つ終わってしまいそうなので、関係ない話はここまでにしまして、今回は、先日発売されたこちらのキット、総裁少女庭園シリーズの有機まどか夏服バージョンをパチ組レビューしていきたいと思います。夏服 JK がプラモになるなんてとんでもない時代だね。右が我が家に積んでいた冬服まどかです。前回レビューしたマガツキとは違う意味でレジに持っていきづらいパッケージですね。箱を比較すると夏服の方が若干厚いですね。それじゃあ早速開封。総裁少女庭園のこのパーツが多くない感じ、すごく安心する。恐ろしく速いランナー並べ。これでなきゃ見逃しちゃうね。それじゃあ気になったランナーやパーツを簡単に紹介していくよ。冬服まどかを組んだことがないので違うかもしれませんが、多分こちらの3つのランナーは新規造形だと思います。夏服自体も一部がそうですが、靴下の長さや袖の長さも変わったので、肌の部分もいくつか新規造形されています。髪の毛のパーツは、冬服バージョンと特に変わらないと思います。総裁少女庭園のレビューで毎回言っている気がしますが、相変わらず髪の毛の造形がとても精密です。先端もかなりシャープに造形されています。このパーツなんて、細く造形されたところにゲートがあるので、切れ味の悪いニッパーで切ったら、この髪の毛ごと持ってかれそうですね。顔パーツは4種類付属。担保印刷なしの顔パーツが標準で付属するのも、総裁少女庭園シリーズならではですね。顔パーツ以外にも、塗装済みのパーツがいくつか存在します。セーラー服のこの白いライン、全塗装したらマスキングで塗り分けるのかな。難易度クソ高いなと思っていましたが、ちゃんとデカールがありました。一人で焦って、一人で解決して、この時はなんか興奮してましたね。これが深夜テンションか。こちらが説明書。説明書には設定も記載されています。興味がありましたら、停止してご覧ください。説明書の最後に、カラーシミュレーション用の線画があるのも嬉しいところ。これは女神デバイスとか、フレームアームズガールにもぜひつけてほしいですね。カラーガイドです。では作っていきましょう。ロード中です。まずは頭部を組み立てていきます。造形は細かいですが、パーツ数は少なめ。はめ合わせが悪いところもほとんどないので、かなりサクサクと組み立てられますね。あっという間に頭部が完成。ほとんどの合わせ目がモールド化していて、目立たないようになっています。残念ながらポニーテールの一部に合わせ目が出るので、ここは頑張って消さないといけないですね。総裁少女庭園といえばではないですが、頭部パーツは髪型ごとに3つ付属します。これで千と千尋に登場するおいおい言っている緑のおじさんごっこもできますね。ちなみに緑のおじさんは頭っていうらしい。皆さんにどうでもいい知識を授けてしまいました。続いて胴体の組み立て。夏服バージョンでは、通常と前かがみ用の2つの胴体を組み立てることができます。造形は違いますが、
パーツ数や内部構造はほとんど同じですね。前かがみになっているのか、前かがみになるのか、意味の捉え方が難しいパーツです。胴体も頭部と同じようにサクサク組み立てできます。組み立て方は全く同じなので、前かがみ用の胴体の組み立ては割愛しちゃいます。前かがみ用の方がシワが少ないです。中に使われているパーツもほとんど同じなので、可動範囲も特に変わらないですね。何とは言いませんが、なんか感じるものがあったので、こちらの写真を共有しておきます。心が綺麗な皆さんは、変なものには見えないよね。ロード中です。夏服 JK 完成しました。相変わらず組み立てやすいシリーズです。そこまで急いだわけじゃないんですが、2時間くらいで組み立てられたと思います。パーツ数が少ないこともですが、関節の調整とかもなくストレートに組み立てられたのも理由の一つだと思います。そういう意味でも、これからプラモを作る方に、とてもおすすめのキットですね。ガンプラみたいに、ニッパーさえ準備できれば普通に組み立てできると思います。そういえば、こんな感じのいわゆるセーラー服って、あんまり見たことない気がします。万吉さんの学生時代の女子は、セーラー服のような違うような、なんとも言えない制服だったらしいです。同じ総裁少女庭園シリーズのリツカと並べると、結構背の高さが違いますね。こう見ると、リツカのスタイルが良すぎるような気がします。本当に JK かと疑いたくなる。足だけを比較しても、かなり長さが違いますね。っていうか、リツカ足長いなおい。足の長さもそうですが、ムチムチ具合も違ってますね。リツカの方がよりマチッとしてます。このあたりもしっかり差別化しているところを見ると、さすが寿屋さんって感じです。万吉さんはリツカの足の方が好きなようですね。小物としては、総裁少女庭園ではおなじみのスマホが付属。右のスマホは、持たせやすいように厚めに成形されています。左のスマホの方が、現実のイメージに近いですが、持たせるとすぐ落ちるので、説明書によると両面テープ推奨らしいです。画面を黒く部分塗装してあげるだけで、かなりスマホっぽくなると思いますよ。そしてこちらがスクールバッグ。全塗装するとなると、塗り分けが結構めんどくさそう。こちらは、モナカ構造なので、しっかり合わせ目が出ます。カバンの上はチャックだと思うので、ここは合わせ目を消さずに、単落ちとかにしてもいいかもしれませんね。小物類を持たせると、さらに学生感が増しますね。手首にシュシュ巻くの、なんかすごい好きなんですよね。誰かこの気持ちわかりませんか？こちらが座るよう、前かがみ用のパーツに組み替えた状態です。別売りのアフタースクールシリーズは持っていないので、とりあえず塗料瓶に座らせました。前かがみ用のパーツを使うことで、座らせた時により自然な感じに見えますね。座る用のパーツを使えば、こんなポーズも取ることができます。スカートがウィンガーディアムレビューを指してます。ロード中です。ということで、今回はまどか夏服バージョンをパチ組みレビューしてみました。相変わらず作りやすいキットなので、万人におすすめできますね。唯一の欠点は、購入時とディスプレイ時に、周りの人の目を気にする必要があるというところでしょうか。ちなみに万吉さんは、同居人に見られた時に、苦しい言い訳しか出てなかったよ。撮影と編集していた時には、このポーズ可愛いと思っていましたが、いざ動画が完成した後に見返すと、間抜けなポーズに見えてきました。撮影用のポーズは、公式サイトの画像か、グラビアアイドルの写真を参考にしているんですが、勢いでオリジナルのポーズにすると、なんか違う感出ますね。まあなんか面白いしいいか。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、
お気軽にコメント欄にお書きください。またよろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。